落ち込んだりもしたけど、私は元気です。こんにちは、夏です。前の動画でも楽しみにしていると話していましたが、今回は魔女の宅急便を IMAX で見てきました。子供の頃から大好きなジブリ作品。当時は金曜ロードショーや DVD を借りてきてもらって見るのが楽しみでした。今のようにサブスクがある時代ではなかったので、テレビや DVD でしか見られなかった作品を大きなスクリーンで見られるなんて。昨年のもののけ姫に続いて魔女の宅急便まで上映してくれたことが本当に嬉しかったです。隣のトトロや蛍の墓が公開された翌年に公開されたのが魔女の宅急便。この頃の早尾監督は10時頃にスタジオジブリに出社、深夜3時ぐらいに退社、午前4時か5時に就寝、しかも10ヶ月継続していたそうです。信じられませんよね。そんな暮らしをしていたのに今も元気なのが不思議なくらいです。今の時代はいかに楽して働くかが重視されていますが、こんな風に熱量のある気持ちで全力で何かを作り上げるというところも誰かの心を動かせる理由の一つなのかもしれません。あの頃ならではの絵のタッチを大きなスクリーンで眺めているととても懐かしい気持ちになりました。最近のアニメは色鮮やかで映像技術の高さにも驚かされますが、この頃の作品は優しい色合いが印象的で、まるで動く絵画を見ているような気持ちになります。そして何といってもユーミンの音楽。映画館いっぱいに響くあの曲を聴いていると、大人になった今でもあの頃と同じようにワクワクした気持ちになりました。それに久石譲さんの音楽は本当に心地よくて楽しませてくれる音楽です。映画館で聴くとオーケストラの演奏を聴いている気分にもなれる没入感があるので、映画が終わった時、演奏が終わった時のように拍手しそうになりました。そして映画館を出た後に見つけた奥様をイメージした色の刺繍糸を選んできました。いつもは刺繍糸を2本取りや3本取りで刺していますが、今回はワンピース部分を1本取りで刺してみます。久しぶりに1本取りで刺繍していますが、やっぱり時間がかかりますね。
魔女の宅急便には好きなキャラクターが何人かいますが、私が特に好きなのは奥様です。久しぶりに映画を見て、改めて奥様の優しい人柄や落ち着いた洋服の色合いが素敵だなと感じました。そこで今回はそんな奥様をテーマに刺繍遊びをしていきます。子供の頃はキキがお姉さんに見えていました。学生の頃に見た時はスランプに悩む姿が自分と重なって、部活で思うように楽器が弾けなかった頃を思い出し、とても共感したのを覚えています。そして今の私は気づけばキキのお母さんくらいの年齢になりました。子育てはしていませんが、自分も大人になったんだなぁと不思議な気持ちになります。そして奥様が身につけているペンダントとピアスも刺繍しています。海外の方の作品を見ていた時に、縁にレースをつけているデザインがあったので可愛いなと思い、少し真似てみることにします。自宅に余っていたアンティークレースを周りのところに縫い付けてみることにします。長さが足りなさそうなので、いくつか組み合わせて縫い付けていきます。思っていた以上に可愛く仕上がりそうな予感です。
ニシンのパイをカゴに入れるシーンでは、下に敷かれていた布がスズラン柄だったので、小さなスズランの花も添えてみました。そして最後に以前作ったニシンのパイを添えたら完成です。雨の日が続いていましたが、夏を感じる暑さになってきたので、セブンで冷たいゴンチャを買ってきました。大好きなジャスミンが香るミルクティーです。そしてパッケージが可愛くて、マシュマロ入りのクッキーも一緒に買ってみました。数年前まではスタバ派だった私。でも憧れの人がゴンチャとコラボしてからは、新作が出るたびについついゴンチャへ足を運んでいます。セブン限定のジャスミンミルクティーが発売されると知ってずっと楽しみにしていました。クッキーは少しねっとりした食感で、個人的にはもう一度買うことはないかなという感想です。サクサク感よりしっとりしたクッキーが好きな方には好みかもしれません。少し前にお菓子のパッケージに使われるインクが不足していて、節約パッケージが発売されるというニュースを見ました。物価高騰や材料不足などいろいろな影響が続く中で、お菓子のパッケージまで少し寂しい印象になってしまうことがなんだか残念で、少し暗い気持ちになっていたのを覚えています。でもその後に見かけたある投稿で、私の見える世界が少し変わりました。学生さんだったのかは分かりませんが、色のないパッケージに自由にペイントをしてとても華やかに楽しんでいたんです。私はというと、残念だなと思っていただけだったけれど、世の中が大変な時でも見方を変えてそれを楽しめるものに変えてしまう人がいる。そんな姿を見てとても温かい気持ちになりました。最近は残念なニュースを目にすることも多いですが、こんな風に前向きに楽しもうとする人がいるんだなと思うと、なんだかほっとします。私もやってみようと思い、久しぶりにかっぱえびせんを買ってきました。使ったペンはダイソーの油性カラーペンです。
デザインは特に決めず、思いつくままに落書きをしていきます。このことを X で投稿した時に、お友達同士でペイントしてプレゼント交換しても楽しそうですねというコメントもいただきました。絵を描くだけでなく、メッセージを書いて送るのも素敵かもしれません。皆さんも落書きを楽しんだ際はぜひ教えてください。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございました。今回は魔女の宅急便の刺繍を楽しんだり、紅茶を飲んでほっと一息ついたり、パッケージに絵を描いてみたりと、何気ない毎日の中にも小さな楽しいがたくさん見つかった一日でした。忙しい毎日だからこそ、少しだけ手を動かしたり、好きなものに触れたりする時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。皆さんも最近やってみてよかったなと思うことがあれば、ぜひコメントで教えてください。この動画が少しでも楽しんでいただけましたら、高評価とチャンネル登録で応援していただけるととても励みになります。それでは最後のじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽん。今週もちょこっといいことありますように。